どうも皆さんこんにちは。ドラシチャンネルのもちくんです。本日はこちらの車、ランドクルーザー 250GX グレードですね、納車いたしました。かっこいいですね。早速ですね、ファーストインプレッション撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いや、雪がすごいの前にちょっと外周をゆっくり歩いてみたいと思います。この車ですね、ランドクルーザー250の一番廉価グレードの GX グレードになっております。ただしですね、一般的なその車の廉価グレードとは少しやはり毛色は違くて、結構ですね、装備と充実しているものになっています。すいません、ちょっと風が強くてですね、音声もしあれだったら、もし後でアフレコになっていると思います。後ろもですね、非常にかっこいいこのリアライト、リアテールランプ。これアメ車なんですかね、これ。超かっこいいなと思って、ドイツ車みたいだなと思っております。外装ですね、VX グレードとそんなに遜色はないんですけれども、例えばこの上ですね、ここ。後ろの、なんていうんですか、この羽みたいなところ。ピッてちょっとあるんですけど、ピッてちょっとあるんです。これがですね、なかったりとか、あとタイヤですね。タイヤがちょっとこれ、幅が狭くなってます。こう横から見るとわかんないんですけど、縦から見ると、2センチですかね、小さくなっております。で、あとは、フロントというか、オーバーフェンダーがこれありませんね。ボディが端まで来てるのがわかると思うんですが、これが VXZX っていうグレードになると、このオーバーフェンダーがですね、ピーッとこう生えてくるというような感じになります。なので、VX、ZX と比べると、ボディサイズが少し小さいモデルにはなりますね。はい。というところで、ファーストインプレッションを取っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。それではですね、ファーストインプレッションやっていきたいと思います。この車ですね、もう待ちに待っておりました、ランドクルーザーの 250GX グレード、最廉価グレードにはなるんですけれども、ちゃんとですね、こだわり抜いた、ランドクルーザーになっているというところですので、乗っていきたいと思います。まずですね、こう乗ってみてというところで、非常に、高い視点が、これはね、すごく利点だと思います。高いので見晴らしいいので、よくですね、周り見えますね。運転していて疲れるっていうことはあまりないかなというところがあります。ただしですね、この車非常に大きいです。この GX グレードで1940、VX、ZX になると1980になりますので、ほぼ2メートルになっております。ミラーもね、すごくでかいので、ミラーとミラーでもかなり大きいものになっておりますので、運転については、少しですね、気を張って、まだですね、運転する必要があるかなというところはありますね。もちろんですね、これ、慣れてきたら、もう全然ね、その気にせずに、乗れると思うんですよ。はい。で、あとですね、このチャンネルといえばの、運転支援ですよ。今もね、これ、運転支援使って運転してるんですけれども、トヨタ第3世代セーフティーセンスがしっかりと入っております。で、最廉価グレードになりますので、アドバンスドドライブというものはこちらついておりません。通常のですね、高速道路の自動運転以外、40キロ以下の自動運転以外のものについてはしっかりと入っていますので、こう一般道でもですね、なんとなくこう使っていけるというところになります。で、操作関連も非常に簡単でですね、いつもと同じここにスタートボタンがありますので、設定速度までアクセル踏んで加速いただいてピッと押せば、その速度で巡航してもらえます。で、速度設定もボタンでポチポチと、これ1キロ、5キロ、10キロ、それぞれメーター内で設定が可能ですので、使い勝手もいいというところになります。で、ちょっとこう、運転支援はちょっとまた別動画でやりますので、乗り味みたいなところをちょっとお話しさせていただくと、思った以上にサスペンションが硬いのかなと、足が硬いのかなっていうのは感じたところではございます。で、これね、結構、ダイレクトにパコパコってこう振動が入ってくるんですよ。で、これ、
その設計上そのラダーフレームだから、しょうがないとか、よく言われるんですけど、僕全然そういうの分かんないので、思ったこと言うだけですけど、ちゃんとね振動入ってくるし、スタビライザーの存在もしっかりと確認できるし、片方から入っても、こっちもショック受けるみたいな、この機構ですね。サスペンションが短くなる。で、あれもしっかりと感じますし、思い出深くランドクルーザーってもっとグワングワンっていう乗り味なのかなと思ってたので、ちょっとね今までスポーツカーチックなものに乗ってきた私からすると、親近感が湧いたというか、意外と安心できんじゃんみたいな乗り味になってるかなと思います。で、乗り心地っていう面だと、やっぱり振動が結構入ってくるので、そこそこねコツコツとした印象にはなりますね。ただそんなに不快な振動かっていうとそんなことはなくて、ある程度このボディの大きさとかフレームとかで吸収して、それが体に伝わってきてるのかなっていう振動ではあります。で、これもやりたい方はね、もうサスペンションをしっかりと変えてあげて、グワングワンさせて、スタビライザー取っちゃってみたいなことをやる方ももういると思うんですけど、僕はね、一旦このまま行こうかなというところで、そこまでね、不満に思ってないです。というか、これがランクルなんだっていうのを、体感したいみたいなところが強いですね。で、あとはね、ブレーキとかですね。これね、ブレーキ、まだね、踏んでないんですよ、実はバンと踏んでないんです。で、これはね、怖いから踏んでないんですけど、そこそこね、普通に運転してる分には、弱いなと思ったことはないというか、むしろ、ノア乗ってるんですけど、いつもミニバンの。あれより効くなという印象がありますね。で、車両重量で言うと 2.3 トンくらいかなありますので、かなり重い車にはなるんですけど、結構ね、ブレーキ効いてくれてるなというところになります。で、あとはですね、エンジンですね。これディーゼルエンジンの 2.8 リッターかなのディーゼルエンジンになってます。仙台プラドで使われていたエンジンと同じ。あとハイエース、あとは、バスみたいな車ですね。ロケバスみたいな車とかに使われてるエンジンと一緒のものが積んであって、トルクで言うと500ニュートン、信じられないトルクですね。で、馬力で言うと204馬力出しております。で、車体の重量、大きさに対して、馬力で204馬力で見ると結構少ないかなっていう印象はあったんですけど、実際に乗ってみると、必要十分以上はあるかなというところで、この車ガソリンモデルもあるんですけど、そっちだと165馬力、7馬力くらいしかないんですよね。それ乗った時はさすがに、おい、ちょっと待てよと思ったんですけど、これディーゼルね、乗ってみると、200馬力あれば、意外と全然大丈夫だなっていうのは感じるところです。で、ただ、ちょっとまだ慣らし運転終わってないので、じゅんぐり、そういう動画は作っていきたいと思います。で、あとはね、やっぱり乗ってて、これはね、気持ちいいですよ。ランドクルーザーに乗ってるわけですから。もう非常に気持ちよくてですね、なんていうんですかね、なんなんですかね、この高揚感。すごく満足感が高い。乗ってるだけで感じる、そういうことを。なのでですね、非常に、今気に入っているお車になっております。ちょっと、踏んじゃいますか。この辺ちょっと曲がって。ちょっとキャンセル。ちょっと踏んでみましょう。ちょっと、納車して初めて踏みますけど。もうちょっと直線になってから行きたいですね。怖い。これ狭い道ね、やっぱまだ怖いんですよ。はい。全然ね、まだこのランドクルーザーの大きさに自分がついていけてなくて、前乗ってたのが、GR ヤリスなんで、こじんまりしてるわけですよ。というてもオーバーフェンダーとかついて結構、でかいっちゃでかかったんですけど、そんなレベルじゃないわけですよ、この車は。で、踏んでみますか。せーの、パン。全然速いです、これ。ノックダウンスイッチみたいなのも今、アクセルの一番最後ありましたね。
ほど。これね、いや今ねまずね、キックダウンがすごく滑らかに今行われたんですよ。踏んでガンと落ちるんじゃなくて、なんかそのシフトの変速の間にちょっとした間があって、それがあるからすごく滑らかに繋がってるっていう風に感じたんでしょうけど、そういう印象を受けました。で、その後のシフトアップもパンって今早かったんですよね。これ8速 AT になってて、この8速 AT が結構優秀だと思います。で、シフトのつながりとかも結構いいんですよ。で、確認した限りで言うと、トップギア8、7あたりはもう超トップギアレイヤーですね。このあたりは、100キロとか、80キロくらいで7速、100キロくらいで8速が入るイメージになるので、それ以下の80キロ以下のこのレンジ、よくその国道とかを走るときに使うレンジで、何ですか、6速分を使えてるんですよ。なので、きめ細やかなシフト変速っていうのができますので、非常にですね、滑らかに走ってくれます。で、これちょっとマニュアルモードにして今3速で4速にするんですけど、この変速の時に全然ショックがないんですよ。びっくりするぐらい。本当に。すごい。これはね、重さのおかげもあると思いますね。重さで、これ抑えた上で、変速のショックっていうのを、その重いものを動かす時って、必要じゃないですか、エネルギーが。で、そこでこうかき消されてる感はあるんですけど、これね、すごいですよ、本当に。つながりめちゃめちゃいいと思います、これ。今のシフトダウンはちょっと感じたけど、3から4へのアップは、わかんない。これ音聞いてなかったら絶対わかんないです。すげえと思いますよ、このつながり方は。で、もう一回ちょっと加速をしてみたい。今2速。1速入んのかな。1速入んないですね。1速は40キロぐらい入るかな。40キロで1速入りますね。で、ここからアクセル踏む。シフトもパンパンパンって切り替わる感じですね。すごくいい、すごくいい。すごいじゃん。いや、これね、ミッションめちゃめちゃいいと思いますよ。そんなね、僕全然素人なんで別に。そんな強化なんてできないですけど、このつながりは俺すごいと思うな、3。で、ちょっと加速しながら4。呼吸はありますよ、もちろん。間があるんで。これすごいな、やっぱ。ねえ、これすごいですね。ミッションのつながりがすごくいいんで、これあんまり人乗せても酔わないと思いますよ。で、段差とかに対しての、さっきも言ったその、振動っていうところがバコって入ってくるんですけど、それも結局自然なことではあるので、あんまり違和感なく乗れるかなと、セッティングになってるのかなっていうのは、すごく感じるところですね。で、あとはちょっと、これ結構気に入ってるポイントが1個あって、ブレーキホールドの解除。これね、モータージャーナリストの五味康隆様とかもね、よく言ってるんですけど、ここのね、解除がどれだけ、シームレスかっていうところが、やっぱ、車とね、してその、高級感みたいなものの演出に関わるとよく言ってらっしゃるんですけど、それをねちょっとね試していきますね。で、これが重さのおかげかわかんないんです。重さのおかげだと思うんですけど、すごくねいいんですよ。しっとりスッて出る感じで、スッ、今ごめんなさい、ちょっと感じました。ごめんなさい、嘘つけないんで言いますけど、今ねカクって感じました。これね、でもたまにねいい時あるんですよ。たまにいい時があるので、そう、これねいいんですよ。この辺りも重さのおかげとか、いろいろあると思うんですけど、
すごくね、なんかね、仕上がってるんですよね、結構。車自体が。とにかく、ミッションいいし、エンジンもいいっていうところで、もうそこに関しては僕はもう文句ないです。このレベルの、なんか黒関係の車でこれだけやってくれてたら、もう言うことないです。で、あと、一つやっぱり言うとしたら、サスペンションはもうちょっと柔らかくてもいいんじゃない？どこをどうすればいいっていうのは私は分かんないんですけど、もうちょっと柔らかい方がいいんじゃないっては思う。特に多分後ろが硬いんじゃないかなって思う。これなんか積めばいいのかな、この砂袋とか。もう人生初めてのランクルシリーズで、はい、乗れて大変光栄でございます。というところで、ファーストインプレッションというところだと、今お話したような内容についてですね、感じております。これですね、まだまだどんどんこれ奥深い車ですので、まだまだですね、乗ってみて気づくこと多いと思います。それをですね、皆さんに、お届けしていきたいと考えておりますので、ぜひですね、コメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルですね、皆様と私が交流したいがために作っておりますので、コメント全部返させていただいております。一緒にですね、この車、運転支援、そういったところについてコメント欄でですね、お話しさせていただければ幸いに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。バイバーイ。